はい、こんにちは。今回は定位のコリジョン設定をしていきます。プロジェクト設定の、まずプロジェクト設定のコリジョン。ここの設定をしてある前提なので、順を追って見る場合は、プレイリストのこの白い、あれですかね、コリジョン設定のシャープ28からあたりから見てない人は確認する必要があります。じゃあこのBP エネミー定位を開いて、で設定するのはこのカプセルとこの上のボックスっていう感じですね。で、この設定に関しては、ブロックオブジェクトにするか、オーバーラップオブジェクトにするかっていう形で、今回こっちの歩いてる点に関しては、オーバーラップで組んでいきます。で、カプセルを選択した状態で、設定を、今何回か説明するためにいろいろ変更した上で、今なぜかブロックウォールになってますが、このエネミーオーバーラップの方を選びます。この辺の設定はもうすでに昔のコリジョン設定で済んでいるので、これでよくて、ボックス、頭の上のボックスをエネミープロジェクタイルにします。これに関しては、これをエネミーにしてしまうと、ホーミングのターゲットにこっちがなってしまったりするので、ちょっとめんどくさいので、こっちはプロジェクタイルって扱いにしておきます。で、プロジェクタイルは今のところプレイヤーとしか、オーバーラップしないので、それでいいんじゃないかなっていう感じです。で、コンパイルして保存して、次にプレイヤー、定位の設定をしただけだと、プレイヤーとのやり取りがうまくいかないというか、プレイヤーが今のところまだ普通のポーンなので、ここをプレイヤーのコリジョンプリセットをこのまま前作ったプレイヤーポーンっていうプリセットにしておきます。これで一回テストプレイしてみましょうか。よいしょ。これでぶつかると死ぬのを確認して、あとは頭の上で踏むと、頭の上に乗っかると倒れる。とりあえずここまで確認します。で、この定位に関して、オーバーラップとブロックオブジェクトっていう形で2つ用意したんですけど、一回これ、オーバーラップじゃなくポーンにして、それで少しめり込ませてプレイをしてみます。そうだ。間違えた。これだと、ブロックオブジェクトにしたのにブロックがかからないですね。これ前も話したと思うんですけど、このカプセルというかブロックしたいオブジェクトに関しては、このシーンの一番頭にいないとブロックがかからないっていうのがあるので、ちょっとこのシーンは全然いらないので、親子付け関係を解消してこのシーンを捨てときます。ブロックさせる場合はここにカプセルがないとうまくいかないので、この状態でプレイをしてみます。そうすると、これわざとなんですけど、ちょっとめり込ませてしまったがゆえにっていう形で、このインタープ2の初期設定だと、ちょっとめり込むと、止まったり、こういう風に左右に行ったり来たりしすぎたりっていう形で、ちょっとこのインタープ2っていうものとブロックオブジェクトっていうのがめり込みに対してあんまり相性が良くないみたいなので、そこにちょっと隙間を空けてあげれば動くんですけど、その辺調整するのがめんどくさいので、こういう風に作るんだとしたら、ブロックよりオーバーラップの方が、処理というか並べる時とかが楽だなっていう感じがあるので、ブロックだとこういう、なんていうんですか、めり込みとか、あと衝突したくないものに衝突したりとか、その辺の設定がめんどくさい時に、オーバーラップにしとくと、いいかなっていう形で、とりあえずこの歩いてる方の定位に関しては、オーバーラップの方で組むっていう形で、やっておこうと思います。で、次にプロジェクタイルの設定もいじります。この BP プロジェクタイルフォーミング2ってなってるやつを、これもどうしましょうかって感じですけど、これですよね。この玉、まずこのボックスのオーバーラップで使ってるボックスを、コリジョン設定のプリセットをプレイヤープロジェクタイルにする。で、これはあってもいいんですけど、一旦このエネミータグをなくした状態で、どっかのタイミングでタグが必要になってくるかもしれないんですけど、タグなしでやるとどこまでいけるかっていうのを
試しにやってみたいと思います。って感じで、直接オーバーラップしたらダメージを与えるっていう形の状態にして、で、これで、どうなんだ、これでいいんじゃないかな。とりあえず当たるっていうことを確認しましょうか。コリジョンの設定を変えて当たることが確認できましたって感じで、あとはプレイヤーのこのトレースターゲット、ホーミング用のトレースターゲットを、今ビジビリティ、初期値のビジビリティになっているのをエネミートレースにします。でもこのエネミートレースにすると、このタグが今のところはですけどいらなくなって、で、この変数もいらなくなって、ローカル変数も捨てて、ここの設定が0。アレイインデックスが0だったら下に入って、このシュートボタンを1回押したらここを1回走るので、そこのタイミングで、その番号が0だったら最初の1個はターゲットに入って、2個目以降は長さの調整っていう感じですね。また変なバグが出たらすいませんって感じですけど。ここの設定変えたので、もう一回ホーミングするかどうかを確認してみましょう。で、あとはエネミーテイのちょっと整理をしましょうか。この説明用で出したいろんなノードが邪魔なので、削除したら少しは綺麗になるかな。よいしょ。一番上がインタープトゥの左右移動で、これがなんだ？これがプレイヤーですか。ボディアタックにしましょうか。ボディアタック。で、こっちがジャンプだから C を押して、ストンプですにしましょうか。です。スタンプでいいのかな、これ。なんていうのかな。あとは順番どうしますかね。これで、ダメージよりデスの方が下の方がいいですかね。コメントです。で、デスを下にして、ダメージってしておいて、って感じですかね。とりあえず一番上でアニメーションをさせて、アニメーションというか動きを入れて、インタープトゥボディアタック、ストンプです、ダメージです。って感じですかね。とりあえず現状、やりたいこと、このテイの横歩きに関してはこれで完了って感じですかね。この上の横バーっていうかこのコンポーネントを持たせるっていうのは、あまり推奨されてないんですけど、オーバーラップで組もうと思うと、ちょっとここにボックスがあった方が、他の方法よりこの方がいいんじゃないかなと思います。って感じですかね。で、次回はこっち側の飛んでる方の定義を、コリジョン、こっちはブロックオブジェクトとして、この上からジャンプして踏んだら、死んで、横というか上からじゃない体当たりに対しては、プレイヤーにダメージというかプレイヤー側が死ぬみたいな感じの設定をやってみたいなと思います。って感じで、次回もよろしくお願いします。